いや、すごいな。1ドル150円になりましたね。さすがに150円からは下がらないんですけど、時間の問題としてずるずる下がる可能性はなきにしもあらずっていう。ただアメリカが結構きな臭いんですよね。どっかの州の州兵をポートランドの方に送るって言っていて、アメリカの国内のデラウェア州だっけかなんかの州兵をオレゴン州に送るっていうのをトランプ大統領がやるとして、オレゴン州の裁判所がそれの差し止めをして、で、今度はトランプ大統領がカリフォルニアの州兵をオレゴン州に送るっていうのをやろうとして、それのまた差し止めをやるみたいな感じになってて、アメリカ国内の中で州兵とアメリカ人同士で争いというのが始まろうとしていて、それを裁判所が止めているという状態なんですよ。ちょっと前にシビルウォーっていう映画があって、昔アメリカが北軍と南軍で戦ったように、アメリカ国内の中でもう一回戦争が起こるっていう映画があって、保守的なイデオロギーとリベラル的なイデオロギーで戦争になってしまうっていう、そういう映画があって、突拍子もない話だよねっていう人もいれば、これは起こるかもしれないよねっていう、割と未来予想的な意味で言ってる人たちもいたんですけど、さすがに内戦はねえだろうと思ってたら、もう内戦やる気満々なんですよね、トランプ大統領。連邦裁判所が止めてはいるので、なのでアメリカに対する信頼というのも今結構下がってるんですよ。なのでドル円って為替を見るときドルと円のドル円を見るんですけど、多くの人はね。ただドル自体もちょっとアメリカの投資いかがなものかっていうので避けてる人も多いっていうのもいて、ドル円でいくと2円ちょっとぐらい日本下がったんですけど、ユーロに関していくとね、もうちょっとパーセンテージが下がってて、他の国、ドルも弱くなってるけど日本はもっと弱くなってるっていう感じではありますね。2% 近く円安になってしまったので、時間の問題でやっぱり物価は上がってしまうよね。昔はプラザ合意というのができる前までは1ドル360円というのが固定価格だったんですよ。なぜ360っていうかっていうと、円というのが360ドルだから1ドル360円ねみたいなところで固定で為替を決めていて、今いくらねとかっていうのを国が円とドルの為替価格を決めるってなったんですけど、なんか分かんなかった、ごめん適当に調べてください。はい、なのでもともと為替というのは固定して国が決めてたんですけど、そうじゃなくて買いたい人と売りたい人で勝手に自由に決めてっていうのになって、早50年60年とか経っていて、今自由になっていると。円が欲しいという人は円欲しいよって言ってドルを渡すから円をくださいってなると、円が欲しい人が多ければ多いほど100ドルで今まで100円だったけど、今度はじゃあ1ドルでも80円しか渡さないよとか、円に人気があるなるほどじゃあ1ドル渡されても俺はもう75円しか出さないよみたいなのが昔円高というのがあって、で、今の場合は1ドル145円、相手が1ドル出してきて、じゃあ145円って言っても155円だったら俺の1ドルは渡したくない。150円だったら渡すよっていうぐらい、どちらかというとドル外貨を持ってる人の方が強くなってるっていうのが現状です。で、日本の場合は外貨を使って石油を買わなければいけないので、なので円が安くなってしまったとしても、どこかで誰かからドルを買ってそのドルで石油を買わないと日本は成立しないっていうのがあったりするので、なのでなかなか物価上昇は厳しいんじゃないかなという状況ではあるんですけど、もともと日銀の上田総裁が利上げをするかもねみたいなこと言ってて、10年ものの金利が今国債金利が10年国債の金利が1.69 とか68とか67とか円安と一緒に上がってるんですけど、っていうのもあるので、日銀の政府が決める方の金利もそろそろ上げなきゃいけないよねっていう話をしてるとこに、上げないでいきましょうみたいなことを言ってたんですけど、ここまで円安が進んでしまうと、で、昔は1ドル160円までいった時は、やっぱりこれさすがにまずいよねっていうので、日銀がガンガン介入したので、なのでそろそろ介入をするのか、もしくは利率を上げるという形になるのかっていうのは、日銀がやらざるを得なくなってしまう状況なのかなというところだと思うんですけど、所得税減税や積極増税に期待できますか？国民民主党と連立党ですね。結構僕難しいんじゃないかと思ってて、所得税減税というのは石破総理の時もほとんどやらなかったんですよね。なぜやらなかったかっていうのでいくと、やっぱり自民党というのはお金を配りたい議員の集まりだったりするんですよ。自分たちの支持団体にお金を配るっていう。自民英子さんだったら医師会に配るし、経団連とかから献金もらってるから大企業が有利になるような補助金政策やったりとかっていう感じで減税をしてしまって予算が減ってしまうと、
政府がやれることも少なくなるし、ばらまきもできなくなるんですよね。なので、自民党、公明党で、一時民主党の時代もありましたけど、何十年もずっと自民党と公明党が与党として減税をしないまま進めていますと。なので、減税をするイコール、ばらまくお金が減るということになってしまうので、なので、その方針が変わるぐらい自民党が変わる可能性があるんだったらいいんですけど、幹事長になってる鈴木さんがもともと財務省の大臣だった人で、もともと財務大臣で、副総理で、もともと総理になっていた麻生太郎さんが今回も自民党副総裁みたいな感じになったりするので、なので、昔ながらの自民党の人たちが要職を握っているというのが今のところ出てきた情報なんですよね。大臣に関しては誰がなるっていうのはあんまり言われてないので、メンツだけ見るとあんま変わってないよね。財務省を変えなきゃいけないよね。財務省ぶっかわせでもみたいなところの人たちの意見に乗っかるのであれば、元財務大臣の人とかじゃなくて、割とじゃあ過激な思想を持ってる人とかだったりという感じだったりするんですけど、残念ながらそこら辺って昔ながらの人たちで、萩生田さんも結局戻るんだっけ、要職に。八王子で統一教会のところで神様の国です的なことを言ったりとか、新人の議員の生稲さんを統一教会の事務所に持ってったりみたいな。統一教会と自民党の窓口になってた人っていうのが要職に戻るよって言われてるみたいなね。っていう感じで、割となんかそう、萩生田さんが幹事長代行か。自民党総裁がいないときは幹事長が全て決めるし、選挙の誰を公認するとかも幹事長決めるんですけど、で、そこの代行が統一教会とズブズブな萩生田さんがやるみたいな感じになって、自民党元通りに戻ったんですよ。裏金とか統一教会とかっていうのが良くないよねっていうので、割と自民党の支持っていうのがなくなって、で、そこで石破さんっていうそちら側の支持のない人がいたんですけど、その人が追い落とされて、お金大事だよね、裏金、選挙大事だよね、統一教会みたいなのがあって、権力を持ってた人たちが、やらかしたよねって言って下がって、で、下がったから、そういう方向じゃない石破さんがあったんですけど、今回石破さんが降ろされて、やっぱりそこが上がったんですよ。このシーソーっていうのが同じように推奨しているんじゃなくて、今だんだん沈んでるシーソーなんですよね。今回自民党変わらなきゃいけないよねっていうところで、多分自民党の党員の人たちは思ってたと思うんですけど、残念ながら自民党が変わらないというのを人事案を見た限りは、昔ながらの自民党政治っていうのをやろうとしてるよねという状況と。ワークライフバランスを捨てる発言がなぜか国民にも労働を強いていると思っている方が多いんですが、なんでしょうか。そもそも知られた日本を取り戻すなら国民も馬車馬になる気がないとダメだと思うんですが。馬車馬になって頑張った方がうまくいくという産業はそんなに利益率が高くないのですよ。結局クリエイティビティだったり頭を使った仕事っていうのはきちんと休まないと成果が上がらないんですよね。あれなんだっけ、何時間だっけな。24時間だか何時間か忘れないんですけど、徹夜をね1回やるとね、細かい計算能力とかでいろいろテストがあるんですけど、アルコールをビール2杯飲んだのと同じぐらいの性能まで下がるんですよね。人間というのは睡眠を取らない状態でいるとどんどん能力値が下がって、我慢をするだったり計算をするだったら記憶を呼び戻すだったり頭脳労働の性能が下がるんですよ。なので頭脳労働で戦うのであれば、むしろ休息はしっかり取った方がいいんですよ。アメリカの兵隊とかも休息は必ず取らせるんですよ。なので12時間交代とかでちゃんと持ち場やるんですけど、でもなんか日本の場合って18時間ぶっ続けやらせるみたいなのとかって結構やりがちじゃないですか、夜勤とか。でもそうじゃなくて、お医者さんとかでもやっぱりがっつり休むのは休むよねっていうので、きちんと休めるっていうのを切り分けるっていう方が効率はいいんですよ。昭和の馬車馬のように働いた方がいいよねという価値観自体がもう大多数の業種ではほぼ無意味なんですよ。配達の仕事とか頭使わないで体力だけでやりますっていう仕事であれば、それは馬車馬の方がまだいいかもしれないけど、基本的には日本というのは利益率の高い仕事をやって外貨を得なければならないので、なので馬車馬の仕事を増やしちゃいけないんですよ。むしろ馬車馬の仕事を人間がやらずにロボットにやらせるためにロボットを作りましょう。で、ロボットが出てきたエラーログをきちんと確認して、エラーが起きなくて人間よりも性能の高い形でどうやって配送したらいいかというシステムを作る人を増やしましょうというのを日本はやらなきゃいけないので、馬車馬をやらせるという体力で何とかしようという考え方自体が日本を衰退に持っていくんじゃないかなと僕は思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。